ねえマリサ。どうしたんだゼレイム。4月よ、お花見しましょう花見。確かに今満開だな。でも料理とかは準備してないぞ。それじゃ、お花見茶会にするんだぜ。お花見茶会？お花を見ながらのお茶会ね。早速準備するんだぜ。ゆっくり紅茶解説。まず今日飲む紅茶を用意するぜ。桜の紅茶ね、素敵。ジュピター？ジュピターは輸入食品店なんだ。桜紅茶の他に、バニラチャイやクレームブリュレなど個性的な紅茶が買えるぞ。どれも美味しそうね。桜の紅茶なんて初めてだわ。花びらが入っているのかしら。フレーバーティーは茶葉にフルーツや花を混ぜ込んで作ったり、精油で香り付けをしたりいろんな作り方があるんだが、今日の茶葉は塩漬けの桜の花びらが入ってるそうだ。なんだかロマンチックね。ねえねえ、お茶受けは？お茶受けは今日の3時用に作っておいたものがあるんだぜ。クッキー？桜の塩漬けを混ぜ込んだクッキーなんだぜ。お花がそのままついてて可愛い。作り方は概要欄に参考にしたレシピを貼っておくぞ。で、これを外に持っていくの？いや、今日はこのまま部屋の中でお花見するぞ。部屋の中でお花見って、桜が見えないじゃないの。ああ、だからこうするんだぜ。わわ、桜だわ。今日はウプ主が撮ってきてくれた桜の映像でお花見するんだぜ。楽しみー。そろそろお茶も入れ終わるわね。始めましょう。ゆっくり紅茶解説。ぎゃあ、美味しそう。まずは紅茶から。桜のいい香り。春にぴったりね。どれどれ、私も。香りだけじゃなく、味もちゃんと桜味だな。桜クッキーも可愛い。甘さ控えめなのが塩漬けのしょっぱさと絶妙にマッチして美味しい。紅茶も一緒に。クッキーの桜味が紅茶の桜味をより引き立てて美味しいわ。私も。砂糖を少なめに作ったから優しい味なんだぜ。より桜の味が引き立ってるから、砂糖を少なめにして正解なんだぜ。表面についてる桜だけじゃなくて、生地にも練り込んであるから桜の風味が強く出て美味しいわ。砂糖を減らしたから甘党のレイムは気に入らないかもと思ったが、気に入ってもらえてよかったんだぜ。とっても美味しいわ。桜の季節だが、レイムは今年やりたいことはあるか？始まりの季節だものね。今年もいっぱい美味しいおやつを食べたいわ。マリサの好きそうな、おしゃれなお菓子なんかもお取り寄せしてみたいわね。お取り寄せか、いいな。マリサは？私は紅茶の飲み比べをいっぱいしたいんだぜ。相手のニーズに合わせて茶葉をおすすめできるくらい紅茶の味に詳しくなりたいんだぜ。マリサらしいわね、素敵ね。春だからたくさんお花が咲いてるけれど、マリサは桜以外に好きなお花は見つけた？私は雪柳が咲いてるのを見たぞ。白くて小さいお花が道沿いに密集して咲いてて、綺麗だったぞ。素敵ね。私は名前はわからないけれど、紫色の小さいお花がアスファルトに咲いているのを見たわ。紫色？スミレじゃないのか？スミレとは葉っぱの形が違ったの。でも緑の葉っぱと紫のコントラストが綺麗だったわ。そうなのか。私も見てみたいんだぜ。ゆっくり紅茶解説。美味しかったわねマリサ。ああ、いつもとは違う雰囲気でお茶を楽しめたんだぜ。またやりましょう花見お茶会。ああ、今度は夏の花でお茶会するのもいいな。ひまわりかしら。アジサイもいいわね。この動画とは別に桜の映像をつなげた動画をアップしているから、みんなもお家でお花見茶会を楽しんでみてくれなんだぜ。動画をスマホやパソコンで流しながらお茶会してみてね。ご視聴ありがとうございました。